こんにちは。今日は 125A の SAS のパイプを溶接していきます。撮りためた動画を使用している間は動画の向きがおかしいのですが、次からは向きがおかしくならないよう撮影しますのでご了承ください。これが今回使用するパイプです。これは 3mm ですのでドン付きでもいいんですが、今回はルート間隔の方を約 4mm くらい開けて溶接していきます。よく隙間を開けると隙間が狭いところがあったり広いところがあったりします。その場合は狭いところから溶接していきましょう。なぜかというと、狭いところを最後に残すと縮んできてもっと狭くなるからです。それでバックシールドをするときは動画のようにセロハンテープを貼ったり紙テープを貼ったりなどして隙間を塞いでから溶接をしていきます。今回は 125A ですので少し径が大きいので、だいたいシールの方は15分ぐらいしました。ただしシール時間の方はガスの流量やパイプの長さ、パイプの径などによって違ってきますので注意してください。今回1層目2層目ともにタングステンの長さは 7mm ぐらいで溶接をします。それでは1層目の溶接を見ていきましょう。まず棒は 2.4mm を使用して電流は70、板圧が 3mm の 125A のパイプです。で、今の動画のやり方では両サイドに棒を入れていく溶接の仕方をしています。で、裏波の出し方について解説していきますと、まずアークを出し棒を入れてつなぎます。そこから溶接をスタートするのですが、進行していくとキーホールというのができます。それを右にローリングした時に棒を少し入れ、左にローリングをした時に棒を少し入れというのを繰り返していきます。この時に常にキーホールができているのを確認してください。キーホールができていないのに棒を入れて隙間を塞いでいくと裏波は出ていないので注意してください。この時のローリングを荒く行き過ぎると裏波がきれいに出なかったりするので、なるべく細かく溶接をしてみてください。この時の棒の送る量はあまり多く送りすぎると隙間が塞がってキーホールができなくなるので、軽くちょんちょんと入れる感じで大丈夫です。この時僕は両貝先の端っこまでローリングをして溶接をしていきます。このようにひたすらキーホールを作っていき、左右両方に溶接棒をちょんちょんと入れていく感じで溶接をしていったらきれいに裏波が出ます。で、キーホールというのがどれかと言いますと、この文字の真下のビードの先端に穴が開いているところです。こちらの動画でも先ほどと同じようにキーホールができたら両サイドに棒を入れていくやり方で溶接をしています。使用する棒は 2.4mm でもいいですし 2mm でも大丈夫です。人によって 2mm の方がやりやすいという人もいますので、どちらかやりやすい方で溶接をしてみてください。ただし 2mm の場合は少し棒の量を 2.4mm よりは送らないといけないので、そこは注意してください。この時にキーホールが広くなりすぎてどんどん穴が開きそうになってくる場合は、電流を落としたり棒の提供量を増やしたり切りながら溶接をやってみてください。切りながらする溶接方法は後でご紹介しますのでしばらくお待ちください。隙間を塞ぐのに使用するテープは
どちらでもいいのですが、僕はセロハンテープだと裏波の状態が確認できるのでセロハンテープを使用しています。今は両サイドに棒を入れているやり方をしていますが、この後に片方だけに棒を入れていくやり方も紹介しますので、よかったら見てみてください。それと一旦溶接をやめた時の次からのビード継ぎの溶接方法なんですが、ビード継ぎは今ある通りしばらく炙り続けるとプールが揺れ始めるので、その時にまた棒を入れて溶接をしていきます。それでは今から片方だけに棒を入れていく裏波の出し方を説明していきます。先ほどは両サイドに棒を入れていたのですが、次は片方だけに溶接棒をちょんちょんと入れていきます。イメージとしては、棒を入れたら棒を入れてない側に軽くビードをなじませるだけです。この時に注意してもらいたいのが、片側なら右でも左でもどっちでもいいというわけではなく、必ずエルボーやチーズなどフィッティング側に棒を入れるようにしてください。だいたいフィッティング側の方が板厚がごついことが多いので、そちら側に入れると溶け込み不良などが起こりづらいです。フィッティングではないパイプ側に棒を入れていくと、フィッティング側の裏波の角がきれいに溶けていなかったりすることがありますので注意してください。この動画ですと上側がチーズ側になるので、上にひたすら棒を入れていきます。両端に棒を入れる方法と片側に棒を入れる方法は特に裏波の見た目は変化しませんので、やりやすい方でいいと思います。ちなみに僕は両端に棒を入れることが多いです。今の動画もビード継ぎをするところなのでよく見てみてください。プールがある程度揺れ始めたらまた進んでいき、片側に棒を入れていきます。片側にのみ棒を入れるときは両端に入れるよりも棒の量が少なくなってしまうので、片側に少し多めに棒を送ってあげてください。この時にルート間隔の方が狭くなってきてキーホールが全然できなくなってきた場合は、一度アークを切り電流の方を少し上げてください。10から15ぐらいの電流を上げるとキーホールがちゃんとできるようになると思います。
ルート間隔を空けるか空けないかなどは僕は板厚によって判断しています。基本的には 4mm まではドン付きでやることも結構多いです。ただ 4mm を超えてしまうと裏波の方がドン付きではなかなか出ないので、基本的にはルート間隔を空けた方が絶対にいいと思います。あと長尺もののパイプを溶接する時などはバックシールの方に時間がとてもかかりますので、溶接をしてみたら裏波が酸化してたなんてこともよくあるので、そういう時はルート間隔を空けて仮止めをしてみると裏波の状態も確認できるので、バックシールが効いてるかどうかの判断がしやすいと思います。なので基本的に4mm を越した時やパイプがとても長い時などはルート間隔を空けて溶接した方が確実だと思います。6mm などのごついパイプをドン付きで溶接してしまうと裏波は出るのですが、とても炙らないといけないので1層目がとても焼けてしまい、2層目のノリがとても悪くなってしまい、2層目まで黒くなってしまいます。ステンレスのパイプの試験なんかも 3mm なので、同じようなやり方で裏波が出せれば合格ができると思います。すごい裏波を出すときは地道な作業ですが、僕は溶接が大好きなので、この時も結構ウキウキして溶接をしていました。はい、次は切りながらの溶接方法を紹介していきます。切りながら溶接はどういった場合に僕が使用するかと言いますと、まずルート間隔の方が 6mm や 7mm とか空いている時に連続ではなかなか溶接ができないので、僕は切りながら溶接をします。それとローリングの方がまだ慣れてない方などは切りながら溶接をした方がやりやすいと思います。切りながら溶接をする際の注意点なんですが、必ず端っこに棒を入れましたら反対までなじまして、反対の端っこの方でアークを切るようにしてください。なぜ端まで行って切らないといけないのかというと、端で棒を入れて真ん中で切ってしまうと裏波がガタついたりしてしまうからです。なので端で棒を入れたら反対の端まで行ってアークを切り、また棒を入れていくというのを繰り返してください。端までなじませることで裏波の方が綺麗に連続でやった時と同じような感じで出るようになります。キーホールがどんどん広くなっていって収まりがつかない場合などに使用してみるといいと思います。
はい、次に溶接をしていって最終のつなぎの方法を紹介します。まず先ほどの電流70の状態でつながったらすぐにアークを切り、一度ここで僕は電流を170に変えに行きます。この数字は150でも180などでも大丈夫です。で、プールがつながったところの少し前から溶接を始め、プールが揺れ始めたら棒をちょんと入れ、次に進み、また少し揺れ始めたら棒をちょんと入れるのを10ミリほど繰り返すだけです。で、これが1層目の溶接を終えた動画になります。こんな感じでキーホールが今もできていますが、この状態を維持して溶接をしてみてください。少し継ぎ目が多くなってしまい、裏波の方が少し汚いですがご了承ください。これは片側だけに棒を入れる方法でやった裏波です。で、今から2層目に行くんですけど、基本的に僕はカップワイヤーなどでこのように磨いています。ルート間隔を空けた場合はそこまで焼けないので、磨かなくても溶接の方はできます。それでは2層目を溶接していきます。まず棒は 2.4mm で電流が80です。で、セラミックノズルの方は今は7番がついています。僕は溶接やるときにセラミックノズルの番手はあまり気にしません。6番でも8番でも特にビードは変わらずに溶接をしています。ローリングの方法なんですが、今回は王道の8の字でやっています。ローリングにもいろんなローリング方法がありまして、僕はパイプの径やパイプのサイズで鉄かステンレスかなどでよく使い分けています。あと同じローリング方法が少し飽きてきた時にも違うローリング方法をやってみたりします。今回は少し粗めで8の字でローリングをしています。基本的に僕は粗くビードをつけたいときはゆっくりローリングをして、細かくビードをつけたいときは今の動画よりももっと早くローリングをするようにしています。粗くいくか細かくいくかなどで溶接の焼け色なども変わってきますので、すごい奥が深いなと思います。この時にタングステンの先と母材との距離、このアーク長がよく変わる人がいるんですが、アーク長が頻繁に変わってしまうと溶接棒が途切れてしまったり、溶接の焼け色が変わってきたりします。なので動画のようにアーク長の方を維持していくと色が一定の色になりやすいです。トーチのアルゴンガスの流量はだいたい10ぐらいです。ローリングのコツとしましては、あまり力みすぎないことです。あと肩から回してローリングする人や肘から回してローリングする人で、手首を動かしてローリングをする人などいろいろいますが、やり方はどれでもいいと思います。僕は主に手首だけを動かしてローリングをしています。また今度ローリングの時の手の動きだけを撮った動画なんかも上げていきたいと思います。
今後はこういうローリングをしたらこういうビードがついたりなど、ビードの種類なんかの動画も上げていけたらなと思います。ビードの外観は完全に自己満の世界になってしまいますが、僕は結構ビードの外観を重視しています。やはりあまり見たことないビード外観だといろんな人から目を引かれることもあるので、覚えておいて損はないと思います。今回は動画用なのもあって少し遅めにローリングをしています。光らせるコツとしましては、アーク調を変えないこと、あまり遅くやりすぎないこと、あとスタートで炙りすぎないことです。これが2層目を終えたビード外観です。アーク調が変わらなかったり、スタートを炙りすぎなかったので、やはり 3mm でもほとんど金色のように光っています。今回は少し粗めぐらいですが、これを結構粗めにするともっと金色になると思います。3mm を同じように溶接しても光らないとよく言われるのですが、本当に 3mm のパイプを溶接しています。なので先ほど述べた光らせるコツなどを気にして溶接をしてみてください。こちらが今回の動画で溶接した裏波です。基本的に裏波は全く同じ高さじゃないと気になってしまうのですが、少し高さが違うところがあります。ここがビードの最終つなぎの地点になります。やはりみんなが黒くビードをつけている時にこういった色だと目立ちますし、より綺麗に見えると思います。今後はいろんな溶接のビード外観を紹介していけたらなと思います。自分の好きなビード外観だったり、やりやすいローリング方法だったりで、自分の好きなビードがつけれるように頑張ってみてください。また次回いろんな種類のビード外観の溶接方法を動画で紹介していけたらなと思います。このビードなんかは普通の8の字のローリング方法ではありません。なので両端が少しずれていて、ムカデのような見た目のビードになっています。この写真だと左からムカデみたいなビード、真ん中が結構粗め、右が少し粗めのビードです。これは鉄をムカデみたいなビードでつけました。ここまで動画を見てくださりありがとうございました。